ドラム式洗濯機が人気って聞くし、あえて縦型洗濯機を今選ばないですよね。こういう風に思われている方多いかもしれません。でもそれは間違いです。使い方や環境によっては縦型の方がマッチしていることがあるからです。今回は縦型の魅力以外にも大手5社の特徴や評判、新モデルの進化点に至るまでまとめてきました。洗濯機のことを全然知らない方でもこれ1本見れば全てがわかるような構成にしてきましたので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ。はじめに縦型洗濯機の魅力を簡単に紹介します。ドラム式との違いは前回の動画でもご紹介しましたので割愛しますが、縦型の魅力は大きく分けて4点あります。1つ目は洗浄力。水を多く使うことから節水性はドラムに劣りますが、匂いも取れやすく、つけ置き洗いもしやすいです。ドラムとそこまで大きく変わらないという意見もありますが、泥などの固形汚れも含めると衣類は傷みやすいですが、縦型の方が強いという意見や口コミが多いです。2つ目は価格。ドラムは縦型より10万程度高く、値段を見て驚かれる方も多いです。ドラムは乾燥こそ最大の特徴ですが、縦型でも衣類乾燥機と併用すれば乾燥をしながら洗濯もでき便利です。ただし衣類乾燥機はガス式のカンタ君などでないと電気代はドラムよりかかるでしょう。3つ目はメンテ。縦型は洗濯槽の中にある糸くずフィルターを掃除しておけばいいですが、ドラムは乾燥フィルターを毎回、排水フィルターとドアパッキンは定期的に掃除する必要があります。最近では各社自動洗浄機能を出していますが、いくら自動洗浄があっても、例えば熱交換器にたまるホコリは少しずつ蓄積はされていって乾燥しづらくなってしまいますし、そうなるとやはり人の手での掃除が必要となってきます。自動洗浄機能はあれば便利ですが、過信は禁物でしょう。4つ目は設置性です。ドラムは大きく設置できない建物も多くありますが、縦型は奥行きがコンパクトで配置しやすいです。総じてドラムの人気は近年高まっていますが、口コミを見るとドラムから縦型に戻したという方も多くいらしたので、ご自身にとって必要なものは何なのかしっかり考えてから選ばれるのがいいでしょう。ちなみに1日あたりの洗濯量はご覧のような式で表され、家族の人数に対する容量目安はこのようになりますが、容量ギリギリだと洗浄力が落ちることもあり、縦型の場合余裕を持った容量を選ばれる方が多いです。それでは早速大手5社、日立、パナソニック、東芝、シャープ、アクアの比較をしていきましょう。なお事前に現時点で縦型洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが最も人気が高く、次いで日立でした。3年前のデータでは日立が最も多かったものの、後にパナソニックが挽回、以降人気をキープしています。パナソニックはドラム式洗濯機と合わせて2冠、洗濯機業界では不動の地位を築いています。センチ回答票、皆さんいつもありがとうございます。さて話を戻して、各社の上位モデルを基準に特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形。最大容量は洗濯機能のみのモデルと乾燥機能付きのモデルの両方を比較します。いつものように優れている点を青字、劣っている点を赤字で記していきます。日立の容量は洗濯 12kg、乾燥機能付きのモデルでは洗濯 10kg、乾燥 5.5kg となります。ドラム式洗濯機のところでも触れましたが、各社乾燥容量は洗濯容量よりも少なく約半分となります。1個前の乾燥モデルは 12kg の大容量モデルがありましたが、今期のモデルからラインナップからなくなりました。外形は容量によって各社変わってきますが、他社と比較して全体的に大きめな傾向。操作パネルは手前側にあり、
乾燥付きモデルを除いてプッシュボタン式。水量や洗濯時間はデジタルで表示されます。なおこの表示形式だと脱水は自分の好きな時間を指定できそうに見えますが、他社と同じく決まった設定から選ぶ形式となります。投入口は毛布やシーツなどの大物も出し入れしやすいように幅広設計。洗濯機を小さくすると層は縦長にせざるを得なくなります。層の形状は洗濯物の取り出しやすさに直結しますので、小さい方がいいとも一概には言えないところでもあります。なお日立は今期のモデルから10キロ以外のモデルでも洗濯中の様子が見えるクリアウィンドウを採用しました。パナソニックの容量は洗濯12キロ。そして今期のモデルから乾燥付きのモデルがなくなりました。乾燥の性能はドラムには原理上勝てないので、思い切って切ってきたのは個人的にはありかなと思います。外形はモデルにもよりますが、全体的に高さがある印象。操作パネルはシンプルなボタン式で、洗濯槽の奥側にあるという特徴があります。これにより洗濯物が手前側に近く、洗った衣類を取り出す際に腰の負担を軽減できるほか、体が触れることによるボタンの誤作動を防止できると好評でした。ただし蓋を開けた時に操作できなくなるという弱点はあります。投入口面積も大きめな設計。全モデルクリアウィンドウが採用されており、洗濯中の様子が確認できるほか、洗剤の残量も蓋を閉めたままで確認することができます。東芝の容量は洗濯12キロ。乾燥機能付きのモデルも洗濯12キロ、乾燥6キロと業界最大容量です。外形はモデルにもよりますが、全体的に小さい傾向で、操作パネルは手前側配置のボタン式。乾燥付きモデルではガラスタッチ式となります。投入口はワイド設計と記載はありますが、寸法情報はありません。シャープの容量は洗濯11キロ。乾燥機能付きのモデルも同じく洗濯11キロ、乾燥6キロ。洗濯の容量は他社より1キロ少なく、外形は平均的。操作パネルは手前側に配置されたボタン式で、乾燥付きのモデルではタッチパネル式となります。投入口に寸法の記載はありませんが、乾燥機能付きのモデルでは唯一の内蓋がないタイプです。一昨年まではパナソニック同様、中身の確認できるクリアウィンドウタイプでしたが、今期のモデルも不採用になります。アクアの洗濯容量は昨年まで14キロで業界トップでしたが、今期はさらに16キロという、もはやどこ向けなのかという洗濯機を投入しました。一方、乾燥付きモデルのラインナップは少なく、10キロモデルのみです。外形はモデルにもよりますが、他社と比較しても小さめな傾向。操作パネルはパナソニック同様、奥側にあるタイプ。乾燥なしモデルであればクリアウィンドウ採用です。投入口は12キロモデルまでは記載はありませんが、14キロモデル以上で寸法記載のあるワイド設計です。なお、各社の共通の注意点として2つあります。1つ目は蓋の折りたたみです。ドラム式の方でも触れましたが、縦型洗濯機には蓋が畳めるタイプとそうでないタイプがあります。もし今ランドリーラックなどを設置し、上のスペースを収納にしている場合は、蓋が当たらないか蛇口の位置も注意しておくと良いでしょう。2つ目は洗濯機のトップの角度です。上位モデルとなると洗濯機のトップが斜めになっていることが多く、パジャマなどちょっとしたものも置くことができないです。これは手前を低くすることで洗濯物を取り出しやすくする狙いがありますが、人によってはデメリットとなりうるので注意しておいた方がいいでしょう。次に静音性。静音性はデシベルという単位で表され、この表では各メーカーの洗濯時、脱水時のスペック値を記載しています。各社30から40デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインです。
静音性に関してはドアを挟めば気にならないという意見が多くありましたが、人によって印象は様々でした。各社大きな差はないように見えますが、洗濯は東芝が最も優れており、実際乾燥以外は静かだと好評でした。次に洗濯です。8つのセンサーを用いて AI が洗濯物の汚れや量を把握して最適な洗い方をする日立。小さな泡を作り、繊維の奥まで浸透させて汚れを洗い落とすパナソニック、東芝、アクア。業界唯一の穴なしの洗濯槽を用いることで水流の勢いを高めるシャープと、各社洗浄力に関して満足されている方が多かったと感じましたが、強いて言えば日立が特に好評で、アクアが少し見劣りした印象だったでしょうか。なお今期の進化点として、日立は下段のシャワーが追加され2段シャワーに、アクアはしつこい汚れに対して予洗い、本洗いを行う2度洗いコースが追加となっています。また頑固な汚れや嫌な匂いを落とす温水洗浄はドラム式と違い、縦型では対応が限られます。この中ではパナソニックを除くメーカーの乾燥付きモデルでは、温めた風や洗浄液を使う機能に対応。日立は温度の記載もあります。逆にパナソニックは12キロモデルだけとなりますが、40度の温水コースがあり、実際にお湯を使う分効果が高そうです。温水洗浄を使う方は参考にしてみてください。なおシャープの穴なし槽は同社最大の特徴なので少し触れておきます。長年使った洗濯槽の外側には黒カビが付着しています。穴あり洗濯槽の場合、穴から黒カビの一部が侵入し衣類についてしまうことがありますが、穴なし槽なら穴がないので黒カビの侵入をブロックし、清潔な水で洗濯できます。また穴あり槽は洗濯やすすぎの際、外槽にも水がたまりますが、穴なし槽は洗濯槽にだけ水がたまるので高い節水効果が得られ経済的です。穴がなくて脱水はできるのでしょうか。脱水時はまず洗濯槽の底から排水し、そこから強い遠心力で槽の上部から脱水します。槽に傾斜があるので遠心力を利用して水を上から捨てることができるのです。一見カビとは無縁のように見えますが、外槽には水を通る経路がありますので、全くカビが発生しないわけではありません。次に乾燥方式。ドラム式の乾燥と比較してしまうと効率的にも電気代的にも見劣りしますが、雨の日が続いた時やタオルや薄手のものの乾燥であれば便利という声がありました。メインで使うというよりサブ的な運用が望ましいでしょう。方式には水冷除湿式と排気式の2種類あり、それぞれ注意事項があります。乾燥に使用する温風はどんどん湿気を帯びていきますが、より効率よく衣類を乾かすにはこのジメジメした温風をもう一度カラカラの風にする必要があります。水冷除湿はこの温風を文字通り水で冷やし、除湿した水を排水管に捨てる方式です。乾燥時にも水を使うので水道代がかかります。採用メーカーは日立。過去パナソニックも採用していました。一方シャープ、アクアの排気式は湿気を含んだ空気を室内に放出して新しい温風で乾燥します。水を使用しないのでお財布には優しいですが、周囲に熱気がこもりやすくなります。ご使用の際は換気した方がいいでしょう。どちらがいいかは好みによるところです。なお東芝は2個前のモデルからメインは水冷除湿、仕上げのみ排気式のハイブリッド方式となっています。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を比較しています。容量によっても違いますが、今回は各社ラインナップのあった容量 10kg モデルの光熱費を代表値として記しています。水準は昨年から変化なしですが、洗濯時の光熱費はどのメーカーも30円前後でほぼ水代です。
穴なし層で節水性を謳っているシャープと日立、アクアが優秀で、東芝の水準はやや悪いです。乾燥まで含めると縦型洗濯機はドラムとは違い、ヒーターを用いた乾燥方式ということもあり、電気代がそれなりにかかります。モデルグレードによる部分もありますが、水冷除湿を採用している日立と東芝は高め、排気式のシャープ、アクアは経済的です。ちなみにドラム式洗濯機の光熱費は縦型と比較すると、洗濯は3分の2、乾燥は半分程度となります。続いて液体洗剤、柔軟剤の自動投入機能。自動投入は面倒な計量の手間も減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりうるので、経済的という以外にも効果があります。なお、デフォルトオフとなっているモデルもありますので、ご使用の際は設定は忘れず確認しましょう。パナソニック、東芝は8キロ以上のモデルで対応し優秀。日立は9キロ以上のモデル、アクアも8キロ以上のモデルで対応し、一見優れていますが、乾燥付きのモデルでは非対応となります。シャープも同じく乾燥付きモデルでは非対応ですが、今期から10キロモデルにも対応しました。またパナソニックも今期のモデルからタンクが1つ追加され、おしゃれ着洗剤か漂白剤かを選べるようになりました。タンクの容量はモデルによって変わりますので、気になる方は確認してみてください。メンテナンスはタンクを水洗いしてぬめりを取り、経路はお湯を流すというものがほとんどです。次に価格です。インバーター付きの下位モデルから上位モデルの現参考価格を載せています。インバーターが搭載されていないモデルは騒音などのトラブルも多いので、当チャンネルではインバーター搭載モデルを推奨しています。価格は現在モデルチェンジを控え、発売価格の半額程度まで落ちきっています。お店やモデルによっても変わりますが、乾燥なしのモデルではアクアとシャープが全体的に安く、東芝がわずかに高い傾向。乾燥付きのモデルでは同じくアクア、シャープ、日立が高めです。なお、買い時のモデルチェンジ時期は各社少しズレがありますが、だいたい5から7月頃で、在庫があれば型落ちモデルの買い時は4月から5月頃となります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。日立は糸くずフィルターのメンテのしやすさが好評でした。透明でゴミのたまり具合が確認しやすく、スライド式で引き出すだけでゴミに触れずに捨てられます。今期のモデルより2個あったフィルターは1個に集約され、より楽になりました。ただ、そこまで少なくして大丈夫かといった声はあります。また、総洗浄機能もいいという声がありました。他社はすすぎに使った水を使うのに対し、日立はきれいな水道水を使用する設定があります。水道代がかかるからか、出荷設定では機能オフですが、オンとすることで毎日使って1年で880円程度かかる計算です。仕上がりも好意的な意見が多かったです。一方、悪かった意見としては、洗浄力が強すぎるせいか衣服が傷みやすい、設定水量が少ないせいかは分かりませんが、糸くずが取りきれず残るという意見が少数ありました。続いてパナソニックは、洗濯中外から洗濯物の様子が見えるクリアウィンドウがいいという声がありました。最近日立も採用モデルを拡大しつつあります。ただ、来客に見られたくない時もあるという意見もあり、任意に目隠しできるような機構があってもいいのかなと感じました。それから、匂いの原因菌を除菌するジア除菌コースが好評でした。専用錠剤を入れるだけでお手軽です。ただし、ファスナーなど金属類がついたものは洗えない点には注意です。また、こちらも糸くずフィルターのメンテを褒める声がありました。一方、悪かった意見としては、脱水設定の自由度が
もう少し欲しいという声がありました。これは各社そうなのですが、モデルによっては脱水3分設定がしたくても1分の次は6分など、あらかじめ決められた設定しか選べず、間が欲しいというものでした。個人的には1分刻みでユーザーが指定するのではダメなのかなと思います。それから絡みほぐし機能は好評なのですが、水位を設定変更してしまうとオフとなってしまう仕様が残念という意見がありました。次に東芝は洗濯時の静音性が好評でした。スペック通り洗濯時は静かなようです。また水量も各メーカーと比較しても多く使い、節水性の高いモデルが多い中、逆にいい、コンパクトなのも好意的な意見が寄せられていました。悪かった意見としては、光熱費が少し高めな水準なこと、糸くずフィルターが小さいという声が上がっていました。続いてシャープは同社最大の特徴である穴なし洗濯槽が好評で、カビ発生の抑制、節水性を褒める声が多くありました。ただ節水性に関しては光熱費のところでも触れましたが、他社も高く、個人的にはカビ抑制の方にメリットを感じます。黒カビも見ないで済むようです。それから洗剤自動投入の公式に工夫が見られ、投入経路に水が流れる設計で詰まりを抑えます。一方悪かった意見としては、少しうるさい、脱水が少し弱い、洗濯投入口が狭くて入れづらいという声が他社より多く感じました。脱水は満足されている方とそうではない方、両極端な印象で、原理上脱水は槽の側面上部からの排水となりますので、槽の回転速度など同条件であれば穴あきのものよりは弱くはなります。また洗濯槽洗浄する場合、他社はボタン一つでできますが、シャープは洗濯槽の外側を洗いたい場合、バケツを用意して排水ホースから出る水を受けないといけない点が残念という声がありました。それから糸くずフィルターも布製でゴミを取り出しづらく、衛生的にも不評でしたが、穴なし槽との相性の問題でこのフィルターは変えることはできないようです。続いてアクアも中が見えるクリアウィンドウが好評でした。それから大きさもコンパクト、絡みほぐしや自動投入機能など基本的な機能はついているものの、他社より価格が安めでコスパがいいという声がありました。それからラクラクソニックという超音波洗浄が好評でした。襟袖の皮脂汚れや食べこぼしのシミなど軽く押し当てるだけで汚れを取ることができます。悪かった意見としては、他社にはある強力な攪拌機能がないためか洗浄力が、それから層の穴が小さいのか脱水も他社と比較して見劣りするという声がありました。ただこれらを受けてか、今期のモデルから汚れに関しては2度洗いコースや強水流モード、脱水に関しては脱水延長モードが追加となっています。またパナソニックと同じく絡みほぐし機能が水量を変えるとオフとなる仕様が残念という声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が4年分の時間軸、縦軸が満足度点数。今年は各社の点数の差が縮まったでしょうか。長らく日立とパナソニックがトップ争いをしていますが、今年は僅差で日立が挽回し、最も満足度が高く、次いでパナソニックでした。アクアはコスパに定評があり点数を上げ、東芝は長らく初期不良で点数を下げていましたが、今回は少し落ち着いたのか点数を戻し、シャープは横ばいでした。参考にしてみてください。コンパクトなものをお探しで静寂な日々を送りたい方は東芝、容量命でコスパ重視ならアクア、取り出し口が手前にあり温水洗浄や除菌など多彩な機能に魅力を感じた方はパナソニック、
黒カビをこの世から消し去りたい方はシャープ、純粋に洗浄力を追い求めたい方は日立が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。